一問一答みたいになるじゃないですか、生年月日と謎解き系 YouTuber が珍しいの初めてじゃないですか。一人田舎者が混ざってる。神木隆之介さんのいいところを3つ挙げてください。めちゃくちゃ携帯じゃない携帯で撮るっすね。久しぶりのその YouTube 班としてのちょっと撮影なので隙間縫ってちょっといくつか、いやもう全然いつでもはい遠慮せずに。遠慮せずにはい、ありがとうございます。ベルさん一応今日、はいなんか単純に裏側撮ってもあれなので、せっかく YouTube なんで今日いくつかなんていうんですか、よく一問一答みたいになるじゃないですか、で今聞いちゃっても大丈夫ですか。今じゃあ1個だけ。生年月日1989年の3月21日です。31ですかね。わかりました。じゃあまた後ほどまたちょっと時間あるときに。竹内さん、じゃあ一応2つ目の質問を、じゃあ好きな色お願いします。決められません。決められないですか。なんか決められませんでした。なんかこれみたいな。ただ淡い色より濃い色の方が好きかも。なるほど。好きというか身につけるんだったら原色見る分には淡い色が好きなんですけど、身につける分には濃い色が好きです。水色よりネイビーとかなんかそういう感じ。わかりました。今日何回着替えるんですか。あと3かな。コンビニでよく買うものはあれ普通におにぎりとこのレジにあるケースにある焼き鳥それお好きな感じですか。好き。なるほど、わかりました。多分今日こうなんか夏っぽいような感じのなんかテーマなんですかね、きっと。あれ一問一答じゃなくてあ、いや一応前段でちょっと一応前段でテーマは何ですか。夏のリラクシング。リラクシング。リラクシングっていうのはあ、なるほど。一人田舎者が混ざってる。すいません。佐藤の YouTube が田舎者がやってると思われるからちょっと分かったふりしてください。何ですか。リラクシングですね。なるほど。今言っていいですか。バッグの中の必需品は。僕バッグ持たないです。あ、持たないですか。はい。手ぶらですか。ほとんど。ミニマリストです。ミニマリスト。スマホだけ持って歩くみたいな感じですか。そうで財布も長財布とかだとかさばるからカード入れみたいな極力ミニマムに収まるようにして、その携帯とそれしか持たないですね。あと鍵。じゃあもう本当スタイリッシュ。ミニマリスト。ミニマリスト。では次の質問ですけど、なんだ。自分が一番かっこいいと思うポーズはどんなポーズ。まずそのポーズを取ることがかっこいいと思わないから、ポーズを取らないことがかっこいいんじゃないですか。自然体でいるみたいなことですか。そう。もう一問ぐらい聞いておく。もう一問ぐらい言っておきましょうか。体調管理のために行っていることはありますか。あります。加湿器をつけること。夏はつけない。あとソファーでなんか寝ちゃったりすると風邪ひくんで、ソファーで寝る時もちゃんとあったかくして寝る。これやったきゃ風邪ひかない。なるほど、わかりました。じゃあ着替えます。人から言われると一番嬉しい褒め言葉はっていう。いや基本何でも嬉しいですけどね。何でも嬉しいけどなんだろ
なんかその自分がこう苦手だと思ってるところをなんでかわかんないけど褒めてくれると嬉しいですよね。だから手先器用でしょとか言われるんですけど、全然そんなことないんですけど、なんでか知んないけどそういうイメージをこう持ってくれる人がいる時とかはラッキーって思います自信がないところを褒めてくれると嬉しいかな。話すのとかも苦手なんですけど、喋ってると面白いとか言われると嬉しいのかもしれないですね。竹テレでこの前YouTube の企画話したじゃないですか。ということで今日謎解き YouTuber でやっていくって感じ。その YouTube の方針ではなくて、はい、僕の肩書きなんで、肩書きの変更のお知らせ今まで一応俳優っていう肩書きでやらせてもらってましたけど、これからは謎解き系 YouTuber。今日もこのメンズノンノさんの撮影来てるんですけど、謎解き系 YouTuber がメンズノンノ初めてじゃないですかあ、謎解き YouTuber になってから初の多分メンノンさんの年をやらせてもらう非常に光栄ですなんかコラボとかはなんかあるんですけど、それやっぱたけるさんのとこでもなんかオリジナルのをやっぱ作っていかないとなって感じもしますけど。コラボありきかな。コラボありきやっぱこう一人ではなかなかむずいなと。全てコラボ。全てコラボなんかこの前のだと結構却下されてたじゃないですか。したいこと以外は却下です。たこ焼き食うのとかはありなんですか、あれは。なし。すいません。あげさん、ちなみに夏とか季節一番好きな季節とかあるんですか？冬。早いっすね。それ一問一答のうちの一つ？入ってます。寒い方がいいですか？いや、そういうことじゃなくて季節の変わり目が好きなんですよ。なんか季節って徐々に移り変わっていくかと思いきや、急にバーンって変わると思ってるんですよ。つまり今日外出たら急に秋の匂いするなみたいな。で、秋から冬に変わるのが一番なんかね、センチメンタルで好きなんですね。あげるさんは強いて言うと晴れ男とか雨男だとどっちなんですか？今日予報的には雨だったんですけど。なんか大事な完成披露とか、映画公開初日とかはほぼ雨です。お邪魔しちゃいましょう。あげるさんって好きな YouTuber っていうのはいるんですか？ YouTuber のというよりかはそのミュージックビデオとか、あとヒカキンさんを見るかな。猫かな。千鳥さんなんで好きなんですか？いや、もう動画見ててですね、なんか自然と見てたら面白くてどんどん調べるようになって面白いなって思った。じゃあこちらでお願いします。はい、お願いします。以前好きな食べ物ランキングで1位寿司、2位白米、3位おにぎりと答えてましたが、今はその時はすっごいお米が食べたい気分だったんでしょうね。だ基本その米派なんですよ。だけど、はい、最近というかここ 1,2 年ぐらいでパンもいいなってなってる。今はね4割ぐらいでパン。そうするとランキングが変わってきてる感じですか？ベスト3には食い込んでくることはないかな。1位はな、やっぱお寿司かな。でもチャーハン、あとカニが食べたいです。あ、今食べたいです。今食べたいカニが。それサインしちゃいますか？何にしてもいいよ。神木隆之介さん、はい、親友の神木隆之介さんのいいところを3つ挙げてください。僕の好きなところはすっごいオタクなところですね。
タイピングの音が好きなんです。やっぱこう一つのものに凝る人っていうのは僕は好きですね。なるほど。あとはね、神木10代の頃から知ってるんですけど、今もう20代後半とかになってんのかな、と思うんですけど、10代の頃に神木が20代後半とかなったらこのままで大丈夫なのかなと思ってたんですよ。でもいざなってみると全然大丈夫なところだから変わってない。天性の弟キャラというか後輩キャラというか甘え上手みたいな、ずっと変わんないんだなって思いましたね。だから変わらないところ、あれね。あとは2人で話すときは意外と何でもぶっちゃけてくれるところ、秘密にしがちな世界じゃないですか。でもやつは結構ぶっちゃけてくれますね。そこも好きですね。まあ俺の好きなところ。インタビュー次はどうした？めちゃくちゃ黄昏れてる。一応いよいよ最後のはい。質問です。俳優佐藤健さんにとって、プロフェッショナルとは？なんでそんな YouTube で聞かれないといけないんですよ、これは。一つ言えることは、ごめんなさいね、ディレクターさんのお仕事の文句を言うわけじゃないですけど、やっぱまずパクらずにオリジナルから始めることじゃないですか。パクらない。やっぱりプロならば、もしくはこうパクってるんだけど自分オリジナルにこうコーティングして出すの。もう一字一句パクリだから、それまあまあでした。一字一句だから。なんか昨日ちょっと並べてたんですよ、質問。まあ作家さんとかと。確かになんかちょっと時間も時間になったのか、これで締められんななって。これを聞けば締められると思っはい。た。いつもあの番組がこれで締めてるから。そう、すいません。愛でしたね、やっぱ。非常に難しい質問ですよ。いつかちゃんと答えられるようにしておきます。